はい、今日は長芋すき焼き紹介していきます。しゃぶしゃぶのお店で長芋に出会いました。これは画期的な組み合わせだなと思って今日のレシピを作りました。唯一無二、長芋の食感とうまさ。これをすき焼きで味わう。ぜひともね、挑戦してみてください。材料は長芋。今日はね、薄い輪切りでやっていきます。スライサーでね、こう、シャッシャカ、円形の輪切りやっていきます。なので、細長い方が使いやすいかなと思います。こんな形で 200g 使っていきます。そして、お肉は牛の、これはバラかな、切り落とし薄切りスライスになります。牛でも豚でもどっちでもいいかなと思います。お好みでやってみてください。薄切りのスライス。で、油分多い方が多分美味しいと思いますんで、その辺は赤身と白いところのバランス見ながら選んでみてください。お肉と一緒にね、最初ね、ネギ油みたいなのちょっと作って、お肉の臭み等を消していきます。なので、ネギを使いますが、これ1本、今映っておりますが、半分使います。半分というのは、この緑色の方、葉っぱの方ね、この白い方は、用途がね、いろいろあるんで、これは別途使ってください。今日は臭み消しで使うので、緑色の部分、なんかね、捨てちゃったりする人もいるかなと思います。こちらね、の方取っておいて使ってください。30から 40g ぐらいあればね、いいかなと思います。こちらを使っていきます。調味料は、すき焼きのタレを使って簡単にやってもいいんですが、基本的なね、もう醤油、みりん、砂糖、この3点でね、やっていこうかなと思います。で、途中もお好みで、ワイン、白ワインですね、使いたい方は使ってください。白ワインでもお水でもどっちでもいいですよっていうレシピでね、今日紹介させていただきますんで、この辺はお好みで、選んでみてください。それでは早速作っていきます。まずね、長ネギの葉っぱ部分、緑色のところ、ここをね、みじん切りにしていきます。一番上のところ、ここね、なんか変色とかしてたりとかしたら、ここの部分だけね、切り取ってください。ここはごめんなさい、させてもらいます。葉っぱがこう枝分かれしてつながってる部分、こういったね、隙間に、泥汚れとか挟まってます。まずここをね、切り落としちゃってください。この、つながってるやつ。で、このつながってるやつは、縦に包丁をこう入れると、なんとばらせるんですね。隙間に、お水がね、入るので、洗いやすいかなと思います。なので、こんな感じで縦に包丁を入れてばらしてから水洗い。こちら側もね、やってください。はい、みじん切りのところは特に何も技はないので、ここはね、もう皆さんが思うようにやってもらえればいいかなと思います。省略させていただきます。長芋は皮付きのまま使います。スライサーでね、こうスライスしながら、もう直接鍋にこう入れていく感じにしたいので、お肉炒めた後にね、こいつは、鍋の上でスライスしていこうと思います。皮ごと使います。気になる方は剥いてください。この毛がね、出てますね。なので、この毛は、もうオーソドックスにこの火でね、炙って、焼き切っていきます。フォーク、長いやつ。これ刺してください。ここに。よいしょ。取っ手代わりでね、こんな感じで持てます。これで火をつけて、こうね、焼いてもらえると、簡単にね、取れますんで。あんまり炙りすぎると危ないんで、もうぐるっとね、一回ししただけでケバケバ取れますんで、こんな感じでね、やってみてください。怖い方は、アルミホイルとかでね、こすり洗いして取ってもらってもいいかなと思います。いろんなやり方で、このケバケバね、取っておいてください。はい。では鍋で加熱していきます。蓋ね、お肉、長芋入れた後に蓋するんで、蓋のできるやつ、作ってください。鍋よりも、フライパンとかの方がやりやすいかなと思います。その辺はね、自由に、蓋のできるちっちゃいフライパンとあれば、それ使ってください。フライパンじゃない、鍋、よく温めたところに、油ですね。大さじ1杯より多いぐらい、2杯の半分ぐらい、間ぐらいでやってください。火加減中火です。ここにまず、刻んだネギ。これを炒めてください。
簡単に、ネギ油みたいなものをね、ここで作ります。ガガッと。油に、このネギの香ばしい、この油がうまいのよ。この処理をしないお肉と、そのまま直に入れたお肉とね、ネギのこの処理をしたお肉、食べ比べるとね、臭みが全然違うんで、これね、ちょっとした手間なんですが、やってもらえるとね、違いわかるかなと思います。ネギに、もう熱が入ったら、もう OK かなと思います。お肉入れてください。お肉、スーパーで買ってくるパック。なんかお肉がこう、畳まれたりしてたら、これね、広げながらやってください。畳まれたまんま加熱されちゃうとね、半減しちゃうんでね、美味しさが。こう広がってる方がね、絶対に美味しいんで、広げながらね、やってもらえるといいかなと思います。お肉が、熱が入るまで、こうね、かき混ぜながら加熱してください。赤いところがなくなって、全体が白くなったらね、それで OK です。はい、お肉全体が白くなりました。赤いところ消えました。加熱をいっぱいしちゃうとお肉硬くなっちゃうんで、赤いところなくなったギリギリ、もうなくなった瞬間ぐらいで味付けに入ってください。お肉自体に味をもうね、ギュッと入れちゃいます。砂糖を大さじ2杯。そして、みりんです。これも大さじ1杯です。そして、醤油。醤油は3杯入れます。長芋の方に味あんまり入れないので、長芋とね、お肉一緒に食べながらこう成立するような、そんなイメージで。お肉の方はちょっと塩味の強い、味の濃いめな感じで仕上げていきたいと思います。はい、混ぜながら、醤油、みりんの水分、これがね、煮切れれば OK かなと思います。はい、お肉を片側に寄せても、水分がね、出てこない感じ。こんな感じで水分が、全部お肉に移ったら、一回ね、火止めてください。そして、今、調理したこのお肉、一回ね、お皿に取り出してもらいたいと思います。よし、OK。はい、これ、多少残ってますが、全然気にしなくて OK です。このままね、長芋の方を煮る汁作っていきたいと思います。はい、火止まっているところにお水 100ml 入れてください。さらに、白ワインです。これ 50ml 入れます。ワインがない方、苦手な方は、50ml のお水、それから小さじ1杯のお酢入れてください。酸味がね、これうまさを引き立てるんで、ワインね、ない方は 50ml のお水と小さじ1杯のお酢、これでね、代用してみてください。ここにさらに、このつゆにも味をつけます。みりん大さじ2杯です。そして、醤油も大さじ2杯。はい、タレができたところに長芋をスライスしながら入れていきます。直にね、フォーク刺さったままで OK です。スライサーに指が近くなってきたら、このフォークの部分持ってください。怖くないんでね。これで薄切りの輪切りスライス、これをね、こんな感じでシャカシャカと入れていきます。鍋のよいしょ、そろそろかな、フォークのところに差し掛かってきたから、フォークの部分で、やっていきます。実は長芋 200g と言いましたが、これ250あります。フォーク刺したところ部分は、これはね、後でこう、皮むいて生でね、食べようかなと思います。フォーク当たりました。はい、こんな感じで。はい、こんな感じで、長芋の方を丸いスライス、円形のもの。これをね、鍋の中で広げていきます。そして、中央部分、ここは開けてあげてください。ここに先ほど焼いた牛肉、あれを戻していきます。よいしょ、ここですね。真ん中に入れます。いいですね。ビジュアル最高だな、これ。よし。はい、蓋をして、弱火。弱火でね、3分、やってください。
ただワイン入れた方はアルコール飛ばしたいと思うんで、3分煮た後にさらにね、30秒ほど蓋取った状態でね、加熱してもらえればいいかなと思います。はい、弱火で3分経ちました。おー、いいね。ちょっととろっとしてるこの具合がいいよね。ワインを入れたので、この後30秒ほど湯気を飛ばします。飛ばし終わったら完成になります。あんまり熱入れないで、長芋、ちょっとね、半生な感じ、レアな感じをイメージしてもらって、ほどほどに、加熱はほどほどにね、もう火を止めて食卓にね、このまま出していただけたらと思います。はい、では、実食に移ります。生卵とご持参、ご自由にやってください。卵をつけたらまたそれはそれでめちゃめちゃうまいんでね。はい、じゃあ実食に移ります。はい、では長芋すき焼きいただいていきます。長芋、ほら、これよこれ。お肉もちょっと取っとこう。単品でいこうかな、最初はね。よいしょ。はい、じゃあ長芋すき焼き早速いただいていきます。いただきます。うまいよ。半分シャキシャキしてます。シャキシャキしてるんだけども、ホクホクの部分が多分ね、この下の方は煮えてんのかな。この下の方の方がホクホクしてんのかな、これ。うまっ。うまいね、これ。長芋でお肉を挟みましょう、これ。めっちゃ贅沢だな、これ。はい、じゃあこちら長芋とお肉いただきますよ。いただきます。合うね。めちゃくちゃうまい。衝撃的、この長芋が。そして僕は生卵大好きなので、卵をたくさんつけたい。いや、絶対うまいよ。絶対うまいの。間違いないんだよ。はい。卵をつけた長芋、いただいていきます。ちょっと隙間から失礼。うまっ。めっちゃうまいな、これ。めっちゃうまい。そして、肉と長芋の卵つけたやつ、めっちゃうまそう。これもうまい。長芋をすき焼きにこう組み合わせたね、この発想がね、もう本当にもうちょっとね、衝撃的でした。もうすぐにね、もう家帰ってすぐにね、もう一回作りましたからね。昼間食べたのに夜もう一回長芋のすき焼き作ってるからね、俺。めちゃめちゃ衝撃的でした。長芋がね、合うんですよね、めちゃくちゃ。長芋を茹でるというか煮るというかね、煮物に使うっていう発想がまずなかったので、この薄切りにしたこのシャキシャキ食感とこのレアなね、ホクホクな感じ、これが共存してる長芋のうまさをこううまく煮物なのに引き出してるっていうのがね、衝撃的でした。しかもね、牛肉に合わせてしゃぶしゃぶで、これは画期的だよと思ってね、この衝撃を皆さんにお伝えしたく、すぐにレシピ作ってすぐにこれ動画回してます。めちゃめちゃうまいんで、ぜひとも参考にやってみてください。長芋レシピが、続いております。長芋にずっとハマっておりますんで、ここでね一旦打ち止めになるかな、と思います。違う食材をちょっとハマってみたいと思っております。春野菜がいいな。はい、ということで、今日は長芋のすき焼き紹介させていただきました。ぜひともやってみてください。これめちゃめちゃうまいから。他にね、材料入れる必要ない。肉と長芋、そして、臭み消しでネギの葉っぱ、これだけでもうごちそうです。本当にうまいからやってみてください。はい、ということで今日も動画最後まで見ていただいてありがとうございます。いいね、グッドボタン、そしてチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。